かぶじいさん。はい、こんにちは、かぶじいさんです。今回も動画の最後に皆さんへの大事なお願いがあります。ぜひ最後までご覧くださいね。はい、今回は UL 系のテントランシャン1のスペックの紹介、そして良い点悪い点の紹介になります。動画の冒頭ではキャンプ場の朝の様子を伝えてます。その部分を飛ばしてテントの具体的な話の部分から視聴したい場合には3分20秒付近からご覧ください。はい、おはようございます。テントの中からね、外を眺めてます。今ね、遠くにね、霧が立ち込めて、そこに日がね、これから昇ろうとしてますね。いい感じです。時間はね、朝の4時半ですね。年をね、取りますと、もうこの時間になるとね、目が覚めてしまうんですよね。ここは荒川の河川敷の野原ですね。昨日からキャンプをしてます。目的はですね、次の長期のキャンプツーリング、行く先は北海道かはたまた九州かはまだ決めてないんですが、その時に使うテントをどうするかということで、今回は私が持っている UL 系のテントの一つ 3FUL ギアのランシャン1で一泊のキャンプに使ってみてどんな感じか、長期のキャンプツーリングに使えるものなのか、その辺のね、予行演習といったところになります。はい、遠くにね、日が昇ってきました。いい感じですね。こう低いところにね、霧というかもやというか水蒸気がね、こう雲のように溜まっていてね、その上に日が昇ってきました。この風景、荒川ではよくあるんですよね。太陽の光でテントがね、こうやって透けて見えてね、キャンプ場の朝っていう雰囲気ですね。すがすがしいです。これから火を起こしてお湯を沸かして、コーヒー飲んで、で朝食の準備に入るところですね。かぶじいさん。この朝のキャンプ地でのルーティンをバックにお届けしながらですね、今回の UL 系テントランシャン1のね、使用感というのをね、お伝えしようと思います。北海道もしくは九州などのね、長期のツーリングに使えるものかどうかっていうところですね。次回の長期ツーリングへ持っていくテントに関してはね、一応ある程度の、テントの、スペックの目安を自分なりに設けてます。当然ながら人一人がしっかりね、眠れること、ダブルウォールであること、重量が 2kg 以内であること、収納サイズ、長辺ができれば40センチ以下、長期ツーリングで使う大きな、ツーリング用のバッグが2個ですね。テントの中に完全に収納できること、この辺が私の求めるテントのスペックになっています。なぜこれほどね、小型軽量なね、UL 系のテントにこだわるかについては、以前私がアップした北海道ツーリングでの痛い、経験、思いからですね、このスペックを設けてまして、それらをね、紹介している動画がありますので、ぜひリンクからね、そちらの動画もご覧ください。かぶじいさん。こちらが今回、キャンプで使っている 3FUL ギアのランシャン1になりますね。見ての通り TP 型のテント、ダブルウォール構造で1本のポールで立ち上げて、ペグで留めるだけの簡単なテントです。重量はポールペグすべて込みでも 1.2kg に収まるとても軽いテントですね。収納サイズも大変コンパクトです。
このテントの素材ですが、フライがご覧の通り15デニールのナイロンにポリウレタンコーティング。そしてインナーは3シーズン用は20デニールのメッシュのナイロン。そしてバスタブ部分、フロアですね、は20デニール、少し厚めのポリウレタンのナイロンということで、軽さと強度をバランスさせているようです。このテントのサイズを1回図面で確認してみますと、まず長手方向、アウターの長手方向の寸法が270センチですね。横方向は、最大に大きいところで170センチメートルになります。インナーテントの長手方向が230センチメートル。インナーテントの横幅は一番大きいところで100センチ、一番狭いところで80センチになりますね。人一人が寝るスペースプラスほんの少しの余裕のサイズのインナーテントになります。テントの高さは一番高いところが125センチです。これはポールの長さでもう少し高くしたり逆に低くしたり少し調整することができますね。このカタログの数字だけをね見ますと、私の求めているテントのスペックをほぼほぼ満足しているようなんですが、あとはこの長期ツーリング用の大きなバッグをねテント内というのは前室も含んでのことなんですが、このテント内に大きなバッグを収納できるのか、またね長期ツーリングでも快適に過ごせるかなど、数字からは読み取れない部分を今回試してみた次第です。カブじいさん。それではまずこのテントの良い点を見ていこうと思います。まず何といってもその小型軽量、そしてコンパクトに収納できるという点ですね。軽さ、小ささっていうのは何にも勝る優先事項になってますので、ここはポイントの高いテントになってます。一点注意事項があって、このテントのセットにはポールを含んでいません。ポールは自前のトレッキングポールや別売りの軽量なポールを準備する必要があります。ポールを含まないこのテントのセットの重量は約 900g です。で、そこに自前のポールを加えると、私の場合が約 1.2kg になります。このテントの良い点その2。まずインナーテントとアウターテントを一体化したまま1本のポールで一気に立ち上げることができる。ですので設営、そして撤収も非常に簡単ですね。これは撤収時間、設営時間を節約できるという点で大変大きなメリットになると思います。ドーム型テントですと、まずインナーテントを広げてポールに吊り下げて、その後アウターをかぶせるという2段階になりますのでね、ここは圧倒的な差があると思いました。またアウターとインナーが初めから一体で立ち上げますので、アウターテントの向き前後とかを考えずに立てられる。これはねとても単純でいいと思いますね。このテントの良い点3番目。通常はこのアウターとインナーのダブルウォール構造のテントとして立ち上げるわけですが、例えばインナーテントはいらないといった場合、アウターだけで立てることができます。またアウターはいらずにインナーだけで立てたい場合はインナーだけで立てることができます。またそれをするためにね、特別な追加の備品などを要しないというところもとてもいいですね。これはすごい使い方に柔軟性があってとてもいいテントなんじゃないかなって感じました。このテントの良い点4番目。私がこの長期ツーリングをやるシーズンは3シーズンをターゲットにしてますので、インナーテントがフルメッシュであること、これは私の使い方にマッチしていてとてもいいですね。通気性重視の方が私にとってはいいです。フルメッシュのインナーテントは結露がほぼ発生しないという点でもとっても気に入っている点です。逆に真冬のシーズンこのテントで寝たらもう激寒でちょっと使えませんね。ちなみにですが、冬使用するための4シーズン用インナーテントも別売りで販売されてます。
このテントの良い点5番目。大きなツーリング用のバッグ2つをこのテント内に収められるかに関しては、これ別の日に撮った動画なんですが、前回北海道ツーリングに持っていった大きなこのツーリングバッグ2個、前室の中にかろうじてね収めることができるっていうのはね、検証で分かりました。小型ながら前室が意外と広いっていうのはなかなかいい点ですね。このテントの良い点6番目。これは冒頭で話した立てやすさと重複してしまう点もあるんですが、私の場合の長期のキャンプツーリングの流れは、毎日キャンプ地を移動して長距離をツーリングすることにウエイトがあります。キャンプはただ設営、食事、寝る、起きる、撤収、即移動開始という流れなので、設営撤収がすごく楽なこのテントっていうのは、キャンプツーリングの期間が伸びれば伸びるほど設営撤収の労力が軽減されて非常に楽に運用できるっていうことになります。このことは地味ながら意外に大きなメリットだと思います。他にも小さいテントの良さがあります。キャンプでは必ず夜露がテントにつくので、十分に乾かしきれないテントはかさばってしまいます。なのでそういう意味でもコンパクトに収納できる小さいテントっていうのは、その点でもねアドバンテージがありますね。これが大きいドーム型のテントですと、夜露に濡れてる場合ね、なおさら大きくかさばってきます。夜露に濡れた場合でも、小さいテントは大きいテントよりも相対的にコンパクトに収納できるというアドバンテージがあります。夜露で濡れたテントが大きく重くかさばるっていうのはね、キャンプをした人ならどなたでもわかることで、もともと入ってた袋には到底収まらない苦労がありますよね。ということで、ここまでこのテントを見てみますとね、その大きさ、それから収納のコンパクトさ、立てやすさ、撤収のしやすさ、荷物の格納などね、特にね問題になることもなく、なかなかいいテントだなと思いますが、実際寝てみてどうなのかというところをね、これからお話しします。かぶじいさん。このテントのいまいちな点は、ズバリ実質的な居住空間の狭さにあります。改めてテントの寸法を見てみますね。このインナーテントは長手方向の長さが230センチあります。一般的なこの一人用テントの長手方向は大体210センチだと思うので、それに比べると20センチの余裕があるんですが、それほど余裕があるように感じないんですよね。なんでかというと、これはティピー型のテントの宿命で当然のことなんですが、1本のポールで立ち上げている関係上、テントの幕の壁が、その壁のラインが地上から一直線に三角の頂点に向かってます。なのでテントの中央125センチの高さがあっても、その頂点から少しでも外側へ行くと、どんどんと壁の高さは低くなってしまいます。ちょうど寝る時の頭の位置は壁の端っこ側になりますので、顔のすぐ上に壁が迫ってきています。なので圧迫感は拭えないですね。このインナーテントが内側に迫ってきて圧迫感を、軽減するために、このようにアウターテントからフックが出ていてですね、外側にインナーテントを引っ張ることで空間を広げる、そんな工夫はされていますね。これで少しでも居住空間は広がる方向になってます。なのでテントの底辺の長さは普通のテントより長めであっても、それほど頭上の空間はないんですよね。もしこれがインナーテントの長さが通常の210センチ程度でしたら、さらに頭上のクリアランスは少なく壁が迫ってくることになります。そういう理由でこのランシャン1のインナーテントの長手方向が230センチに設定されているのかなと思います。
こうやって見てみますと TP 型の UL 系の小さなテントは居住性をかなり削ぎ落として軽さとコンパクトな収納性を追求していることが改めてわかりますね。ここからは個人差があると思うのですが、1日2日程度のキャンプであればこの小さな狭い空間のテントでもそれほど不満は感じないかもしれません。これが1週間を超える長期のキャンプツーリングとなると、毎日この狭い空間で寝泊まりするのはなかなかストレスを感じるかもしれないです。また雨などでテントおこもり状態が続く場合はなおさら辛い状態になると思いますね。いまいちな点その2ですね。もうこれは根本的なことなので、これをいまいちと言ってしまうと元も子もないんですが、ワンポール式の TP 型なので自立することができません。非自立式ですので必ずペグで幕体を地面に固定する必要があります。幕体を地面に固定できない場合はね、立ち上げることができません。そこがネックになることがあると思います。それと視聴者さんからいただいたご意見として、このテントはアウターテントの幕の下から地面までの空間がすごい空いてる関係で、外から丸見えなんで防犯の面ですとか、あと動物に荒らされるんじゃないかとか、そういった面ではねちょっと不安の残るそんな感じがしましたね。ただこの大きな隙間があることでテント内のベンチレーションが、最大限に、良い状態になってますので、ここは欠点でもあり長所でもあると致しかゆしな点だと思います。ということで、UL 系テントランシャン1でね一泊のキャンプをしてみましてね、良い点それからいまいちな点などをね、体感してみました。結局 UL 系のテントっていうのは小型軽量ゆえの良い点アドバンテージがそっくりそのまま、居住性を若干犠牲にしてるっていうね弱点にもなるというね、これは致し方ない。何もかもパーフェクトなものっていうのはなかなか世の中には存在しないわけで、その辺が何て言うんでしょう、自分としてはどこを良しとしていけてないところに目をつぶるかっていうね、そこのバランスに成り立つのかなと思います。今回このランシャン1をね検証してみて、その長所と欠点とが表裏一体だっていうことがねよく分かりましたね。なかなか難しいです。はい、今回は私の持ってる UL 系テントの一つランシャン1をね実際にキャンプで使ってみてどうなのかというのをお届けしました。次回はもう一つの UL 系テントモンベルのルナドーム2型を実際にキャンプで使ってみて、その使用感いまいちな点いい点などをねお伝えしようと思います。はい、ここでカブじいさんから視聴者の皆さんへのお願い事があります。はい、今カブじいさんは自分の手持ちのテント2つ、このランシャン1とルナドームですね、これを2つ比較してね長期のキャンプツーリングに使えるものかどうかの検証をしようとしていますが、それこそテントの世界は宇宙のごとくね裾野が広くて、メジャーなブランドからマイナーなブランドまで多種多様なテントがあります。皆さんがね実際に私ならキャンプツーリングにはこのテントが一押しだ、そういうね推しのテント情報をコメント欄にぜひ書き込んでほしいです。それらをね一堂に集めて動画でねキャンプツーリングテント選手権みたいなものをね開きたいなと思ってるんですよね。どうぞコメント欄への推しテント情報書き込みよろしくお願いします。週末土曜日不定期で動画更新中です。チャンネル登録とベルマークをクリックしてぜひお待ちください。